撮影開始かな。皆様こんにちは。YouTube クラシック音楽道場をご覧いただきありがとうございます。Thank you very much for watching this video. I hope you enjoy our studying on Beethoven's Sonata No. 6, the first movement. 最近なんで英語を挟むかってYouTube のこちらの下にありますね字幕に作成にとても私力を入れておりまして、これが世界中のいろんな言語でね自動翻訳される機能が YouTube にありまして、非常に翻訳の精度が高くなってきていることを実感しておりましてね、というわけで世界に向けて、頑張ってですねクラシック音楽の勉強の様子をお届けしたいと思っております。さて、ベートーベン作曲の6番のソナタ、オーパス10の2ですねの第一楽章、勉強していきましょう。ベートーベンシリーズでございます。さて、音を出してみましょう。早速ね。するとこんな曲ですね。そして長いフレーズ、美しいんです。で、同じ冒頭の、メロディーに戻ってこいの確保とかいうのかな。とりあえずでも最初から和声解析、調整、和声について中心に勉強していきたいと思いますが、ファラノの F メジャーという和音がもちろん聞こえて、フラットは一つの調合、すなわち F ドゥアヘ長調の、調整が見えてくると思います。で、ファの音が第1音、主音となるわけですね。で、始まりの音っていうのは F ドゥアの F、すなわち1の和音、トニカというふうに言っちゃっていいかなと。当たり前ですけど、F ドゥアの和音で始まると。トニカで始まる風。で、こちらにソロっていうのかな。和音の声部があって、ここには一つの声部、単声部って言っていいのかな、こういう差がありますね。掛け合いをやっているような、みんなでに一人が答えて、でみんなで和音が変わりました。この和音の差は何かというと、 F からここ3小節目でドミソシですね。簡単です。まだまだ簡単。序の口 C7 ドミソシという、和音は属7、ドミナントの7という風に言えるでしょう。ここで音が完全に消えます。ここも休符があって、ゲネラルパウゼなんてドイツ語では言うかな。完全に音がない瞬間。するとこの瞬間はフレーズが終わっているようにも聞こえるのかなと。ドミナントで音が終わっているフレーズという、フレーズっていうのは短すぎるけど、でもその音楽性を説明するのに、こういう言い方をすると分かりやすいかなと。もう一回言います。ドミナントでフレーズが終わっていると思われるところには半終止というね、ハーフケイデンスと、英語では。で、ドイツ語だとハルプシュルスと言ったりするんですが、こう和音がドミナントでハテナって投げかけて、疑問を投げかけているような、そんな音楽性で、この右手の単線律も単線律が正しい日本語だったかな。これもハテナっていうニュアンスがあるかなと。そして音楽が先へ進むわけですが、そうですね。すると最初のこのトニカで終わっているという、
このドミナントでフレーズが終わるのが半周詞というなら、このまあドンと飛ぶけれどドミナント四六属七でトニカで終わる。これこそまさにね、属七、ドミソシ属七からこうトニカに、どこに書くかな、トニカに、基本的な和声進行していますね。このちゃんとトニカ手話音で終わることを前終詞というふうに言います。リロロロ、こんなもんでいいかな。両手でちゃんとデクレッシェンドしておしまいにするという、はい、こういうね、前終詞トニカで終わる。でドミナントでフレーズが中途半端な雰囲気で終わる半終詞。この2つの音楽性がで、ちょっと今困ってるのは冒頭ですね。これもトニカ、これもドファラドのドの音に聞こえるかな。これを前終詞と言っていいかどうか最初ちょっとわからないんです、私。あまりにね、これはいよいよトニカしか音がないので、おしまいってでも言っていいかどうかは自信がありませんが、ただトニカを感じる。F ドゥアだよ。F ドゥアなのかなっていう。なのかな、このドっていう音。ドはファソラシドで第5音ではあるんですね。で、第5音っていうのはこの第5音を根音とすると、いよいよこのドミソシの属七の和音にもと聞こえますが、この最初のこのドの音っていうのはどうなのかな。この前のファラドのトニカの雰囲気を引きずってるかなどっちかな。非常に曖昧なトニカの中にファラドと、ね、こういう三和音ができているわけですが、そこにこの第5音ってあるんです。この子はちょっとね、浮気者で、トニカの第5音としても存在していれば、ドミナントの根音としてもね存在している。どっちつかずのね、両方の意味合いがどっちにも使えるというね。最初はだからまあ何が始まるんだろうっていうわけで、完全に前終詞と今は書かないでおきます。トニカで始まるよと。トニカかな、そうなのかな。そしてこれはいよいよはてな。ちょっと今テンポ感悪いけど、この音楽性ハーモニーを感じることに集中してください。先行きましょう。ここにはベートーベンのですね、この長いメロディーのカンタビレの美しいメロディーをね、一生懸命書こうとしているベートーベンの音の技法を駆使して、その美しさがどんな美しきメロディーを自分はかけているのかっていうことをね、自慢しているかのような、上手に言えないかな。もう説明しちゃいますと、ここにバッハ直伝のここです。ことあとこで、最後にもう一発この音。今言った箇所をですね、こちらのクラシック音楽道場お得意の一回書いてね、間違って書いたら消すことができるという日本製の見えるのかな、こうすると消える蛍光ペンでございます。外国にあるのかな、これ。Made in Japan でございます。まだまだ日本も、捨てたもんではありませんよ。ラーダファー、これファーの音がこのドミソシという
C7 という和音になるわけなんですけど、まず和音説明した方がいいかな。これはドミソシで F はいいか、ここはファこれはどうしようかな。 B シレファソ B フラット6ドファラは一応 F ってことにしとこうかな。で F7 スもいい、書きましょう。 F7 スになってシレファは B フラットシレという和音になっていると、このファの音は C7 スドミソシに入ってない音なんです。ファを先に弾いてると後から入ってきたこの C7 スの音にぶつかる。前もってねこう出てきていて、次の音に引っかかってぶつかるという、ファを伸ばしてる間にドミソシがやってくる。こういうのを渓流音というふうに、説明していいと思います。引っかかってぶつかる、この不協和音の魅力、甘美な魅力がここに実は使われているんです。そしてラの音がここね、シレファソーっていう B フラット6の音にラの音は入ってないんです。ね、こうやってぶつかってるのがシレファソーに落ち着くと言っていいかな。だから書きますよ。ラの音をしっかりとね、だからピアノで弾くためにはよく響かせておいて、そしてソとぶつかる。だからこの長いクレッシェンドマークも非常に有効に使える、わけなんです。はい。再現部だとこれないんですけどね。最初はしっかりとファの音とラの音と、それから最後デクレッシェンドが始まっちゃうけれど、このソの音もね、このぶつかり分かりますか。ドファラーの音にソは入ってないと。そしてこれを最後、このソの音を最後にデクレッシェンドしていきます、音楽が。もうこういうね、ラね、ラの音も次はぶつからないで、これはスルッとね、経過音って言っていいんじゃないかな。経過音、からの、要するに下に音がシの音はね、ファラドミに入ってないシですけれど、直接ぶつかってるわけではないので、こういうのは経過音というふうに、判断していいかなと。でもこれは最後にいきなりシレファの音にドの音入ってないですよね。これも最後に、これは引っかかってるんじゃなくて、いきなりオンタイムでぶつかるから、こういうのはイオンというふうに日本語では言い分けています。外国語の時はどうしたらいいかな。フォアハルト、ドイツ語だと。で、アポジャトゥーラっていう言い方をね、イタリア語ですけど、英語はそれでいいんじゃないかな。フランス語はちょっと私逃げます。ごめんなさい。というわけで、この不協和音を感じること、こういう渓流音、イオン、アポジャトゥーラの音を作曲にふんだんにもう冒頭から盛り込んでいる、ここにモルトカンタービレをね、当然感じるという、それがベートーベンの歌い方です。そしてぶつかって最後にもうぶつかってごめんなさい。はい、ここもですね調べていきましょう。
次の4小節ですね。これも、トリラーっていう装飾音があって、こういうこの C の書いてある音から見えてるのかな。始めんのか、上から上のドシドシっていう音から始めるのか。不協和音という観点でいくと、私はこれは上の音からぶつける方がいよいよキランというね不協和音が聞こえる。これはね大問題ですね。両方あり得るんです。この TR って書いてある装飾音の上から弾くか下から弾くか問題。私の、根拠としては不協和音になる方を優先する。もう十分にここで不協和音をベートーベンが狙っていることは、もう証明、書き出して見せることができてますよね。なのでこれは TR 上の音から弾くことにしていいかなと思っております。で次レレーとミソドはねぶつかる音レーと先に弾いておいて、でミソドが後から入ってきて、これは不協和音となる渓流音です。これはね困るんですけれど、次こういう前打音っていうかな、たくさん書いて3つもついてる装飾音ですが、できれば拍頭でねここで揃えるという、方が弾きやすい。この装飾音を前に出すのか、前にねラセドってこの左手を弾く前に弾いてしまうのか、同時に弾くのかの問題、2通りこれもあるわけなんですけれど、この場合この C の音がイオンなんですね。ファラドの中に C の音は入ってないから、でこのラの始まりの音っていうのはファラドの同じ和声音なんです。なのでここぶつかりが生じないので、この C のぶつかりを表現したいと私はやっぱり今回ここの場合は考えるかなと。だけどこのラセドシ、この間に C がありますよね、前段音の間に。なのでもうやっと難しい。この C が前にもすでにここで始まっているから、この最初の C のあたりで左手を弾いてしまってもいいのかなと。いずれにしろ大事なのはこのはい C という音がこの10小節目の1拍目のイオンっていう不協和音になって、それをぐるりんと美しく装飾させて、その美を計画していると読み取るのでいかがでしょう。まだまだ続きます。このラを終わったと思ったラの音はまたね、ソシレにラは入っていない。ラがソシレとぶつかる。これは渓流音です。イオン渓流音。いきなりぶつかるのは何て言うか分かりますかね。はい、ぶつかる。イオンです。イオンでファがまた引っかかる。これもだからファーと弾いた後で引っかかるから、これは渓流音です。慣れてきました。分かってきましたか？イオン渓流音両方あってあるんです。そして前打音前終止。頭しっかりしないと。はい、まず初っ端から早速
皆様にお見せすることができましたでしょうか。この音の技法、不協和音の技法を余すところなく使っている若きベートーベンの音楽性ですね。トニカの音で始まるよ。半終止ドミナントでの音楽性だよ。さあ経理音いっぱい使うよという、そういう音楽性って言っていいかな。トニカと、ドミナントと、そしてぶつかってというですね。まだ説明することがあるんだな。ここら辺からはトニカ、ドミナント、トニカ、シレファソというこの和音が初めて出てきた和声、この曲でですね。これはシの音がなんだろうな、主音から数えるとファソラシ第4音になっているという。で4の音を根音とする和声というのはサブドミナントというふうに、ドイツでは、言ったりします。それに6の音があるから S6 っていうふうに言っていいかな。そして、こちら YouTube クラシック音楽道場のですね、非常にユニークな、和声解析をしておりますのは、この4の音、この4の音であったり2であったり6であったり、順番が今逆になっちゃったけど、246和声解析法というものを、掲げております。するとこのサブドミナント2464の和音に向かってクレッシェンドを感じる、サブドミナントに盛り上がりを感じるという和声感をこういうふうに書き表して見ております。するとベートーベンの書いた長いクレッシェンドサブドミナントというもう和声の持っている力とこのクレッシェンドというのはよく一致するんです。さらに説明してしまうと、サブドミナントの後デクレッシェンドが始まってこうするとね、サブドミナント、ドミナント四六、属七トニカっていう綺麗な、10小節で見ると分かりやすいかな。こっちで先に説明しちゃいましょう。それがいいわ。ね、おしまいというふうに聞こえる。これは F ドゥアのトニカに始まってシレソ、この場合 G マイナーというソシレという和音になっていますので、2の和音っていうことになるかな。2度の和音。でもこれは246というわけで、なんだっけ、クレッシェンドマークはね、2度を感じるサブドミナントを感じて、ただな、スラーがちょっと割っているので、あんまり強くドンとは書けないかな。あんまり綺麗に書けないけど、サブドミナント2度を、スラー終わりなのでちょっとカッコクレッシェンドとさせてください。で、ドミナント、全終止するというこの一連の流れをカデンツともちろん言ったりするわけですが、何をもったいぶってるか、このサブドミナントの後のこのドファラという、これはドファラファラドコードネームで言うと F ということになって、まるでですね、トニカのように F ドゥアの手話音のように見えますが、これをドイツの和声では、これをですね、トニカって言ってしまうと、トニカサブドミナント、トニカドミナント、トニカ、間にトニカが入っちゃうって、なんかギクシャクね、行ったり来たり行ったり
来たりっていう、なんか間に t が多すぎる。これがあんまりね、形がデコボコしてるように見えてよろしくないのかなと。おすすめはこの音はですね、ド、下にこの第5音ドミナントがあると。あくまでもこのドファラーという和音はドミナントであるというふうに捉えて、じゃあこのドファラ、ファとラの音は何かというと、普通のドミナントというのは C なんですね。ドの音から始まった3和音はドミソで、ドミソシという、第7音があっても構わない。でも今考えたいのはこのミとソ、第3音第5音がミがファ、第4音にパワーアップして、ソの第5音が第6音にパワーアップするという、これをドミナント四六というふうにドイツでは、そういう和声として考えるように私は習ってきました。そして2サブドミナントからドミナント四六っていうのは、なのでちょっとですねパワーアップしてる和音だということでクレッシェンドマークを書いて、これを大事に感じる。そしてドミナント四六、ドミナントの7でトニカすると T S D T という綺麗な T S D T という間にね T S T D T、 トニカが邪魔しない綺麗な T S D T、 もともと四六がなくたってない形の効果ね、そういうカデンツももちろんできるわけです。そこに四六を1個加えたというカデンツになっているという、そういう意味でこれはトニカというふうには絶対感じないで、ドミナント四六としてね大事に感じることにしてほしいんです。これがベートーベンクラシックの伝統的な和声感です。四六を大事にする。ショパンの音楽においても四六を大事にするという伝統は絶対に残っています。ショパンの動画もどうかねご覧ください。私多分四六って書いて一生懸命クレッシェンドマークを書いていることがあります。でも私が書いてるんじゃなくてショパンがそういうふうにドミナント四六をね曲に書いてるんです。まあね、サブドミナント、わざわざすごいぶつけたりする変な四六、レソシレファラスバラード1番だったりもしますけれど、今のは余談でした。ところがドミナント四六の説明ができましたね。すると元に戻るとサブドミナントで四六っていうね、最初にここでカデンツすればいいんです。ここに実はね四六があるんです。ドファラって。ところが面白いのはベートーベンはデクレッシェンドをね始めちゃってるんですね。なのでこの四六を強くするっていうのはどうなのかな、できないのかな。でも四六なんです。だけどその先おしまいになるんじゃなくて、あれ最後は結局どこ行くかというシレファ、結局はファソラシ4の音が根音となるサブドミナントでこのフレーズ終わってしまった。はい。そしてシレファという和音に解決するために間に F7 ス、この F7 スはシレファに解決する、このサブドミナントヨドの和音へ解決するためのドミナントが間に挟み込まれている。こういうのをヨド調の5度というふうに言います。いきなり和声が難しいことをしれっと言ってますが、間にねサブドミナントを目指すドミナント、これが面白いのがドファラーっていうこの手話音ないしドミナント四六もねファラと F に聞こえるんですが、 F にこのセブンスファラドっていう和音に1個加わることでヨド調の5度になるという、たった
朝一音入ることで、あれ四六で終わらないで、あれどこ行っちゃうんだろうっていう、どっかね肩透かしのように、だけど結局最後サブドミナントっていうのは今盛り上がりは欠けませんが、そのサブドミナントの盛り上がる美しさというものをこのフレーズの終わりに持っていって、この曲はいろんなウィットに富んでいる曲、ユーモア、ベートーベンのユーモアのセンスというのかな、そういう感覚がふんだんに盛り込まれている曲だと言えるんじゃないかな。で、ここで F から淀町の5度を経由してちょっとサブドミナント行ってしまうという、あれどこなんかでも言っていいのかな、こういうドミナントから淀町の5度へ、ね、行ってしまうことを代理修士というふうに和声の教科書には書いてあったりもしますが、でも本当だったら意味そうちゃんと続七からとにかく行くと思いきや、淀町の5度行くっていうのが本当の代理修士なので、ここは本物の代理修士っていうふうには言えないけど、ちょっとそういうニュアンスがあるという言い方をさせてください。いやー、説明難しいな。あれサブドミナント言っちゃったよと。でぶつかってこのトリラーのついてる音も、これも美しくいい和声感をね感じられるはずなんです。それは同じシレファーのサブドミナントでフレーズ頭が始まっているんだよという、そこにイオンのトリラー上からぶつけて、この美しさをね感じたいわけですね。でいよいよ和音としてだけではない、この単語の一番高い音、このレの音が12345第6音としてね、一拍目の裏ですけれど一番高い音ですし、この6に向かってクレッシェンドっていうの、これを書き出していいと思います。6の音で、このシやさっきなんかこのどっちのシが大事なんだっけって迷ってた、どっちのシでもいいです。でこのシの音は1234音、この前段音のシでも、この8分音符で書かれているシでも、私もどっちかわかんないけど、どっちでもいいけど、このシの第4音、第4であり4でありで、これもですね、それはこの11小節のその音もいい音でもあり第2音でもありと、来たぞ。私は先ほど246和声解析が、当クラシック音楽道場の非常に特徴的な、ユニークなものであるというふうに言いましたが、ユニークも何もないんです。私が言い始めたんじゃない。ベートーベンがそういう音を使ってますよね。2の音、4の音、6の音、246和声解析というのはもう見事に毎小節こうね、642の順番ですけど上から降りてきて、こうやって立て続けに、しかもどれもイオンだったり軽リオンだったり、これは偶然か必然か、これが若きベートーベンの、設計したもう冒頭のね12小節です。 2+2+4+4 というね、こういうフレーズ感で動いてるかな。やっぱもうフレーズ、そういう風にも言っていいかな。アウフタクトで始まって2小節のトニカだよ。で次はドミナントの小節だよというね、こういう綺麗な形を持っているんです。しかもそこにはこの不協和音の魅力というのが
ふんだんに使われているわけですね。そしてサブドミナントの持っている音の力、246の音のが随所にね、それを奏者が分かっていて、弾くことでこの美しさを、得得できるのではないかというのが、はい。わあ、もう長い時間でもね、これで動画を閉じるわけにはいかない。最後までやりたいのでね、やりたいんですけど、行くのかな、ちゃんと。頑張ろう。トニカの2小節で、ドミナントの2小節、そして渓流サブドミナントと白くと、サブドミナントで終わっちゃったぞ。サブドミナント。もうね、いっぱい歌ってあげましょう。はい、トニカだよ。あれなんだこりゃ。どこ行っちゃったんだ。おろろろろ、どこねえ。なんか急になんか怖い雰囲気になってきましたね。まだね、こちらに見えますか、ベートーベンさんの一応ね、こちらにいらしていただいているのですが、まあね、このもじゃもじゃの頭になるのはもう1813年以降なんです。不滅の恋人との恋愛関係がね、もうダメだと。もう自分はもう結婚はしないなと諦めたのか、それからこの髪型になったというふうに私は突き止めました。すごいでしょ。1813年以降。12年だっけ13年だっけ、まあそのあたりです。それまではねちゃんと髪型してたので、この顔はこの若い6番のそなたには合わないのですが、まあでもこの怖い顔、ザ・ベートーベンですよね。いきなりそんな顔にミソシミで終わる。このイメジャーっていう音で終わっている和音は転調なんですね。もう F ドゥアではない。で、どう言ったらいいかな。これは、これをね、説明しなきゃいけない。パラドレ、もうどんどん言っちゃおう。パラド F という、コードネームにレシャープっていうのは第6音なんです。だけどパラドレ、F6 というふうに書くとパラドレナチュラルになっちゃうので、パラドミ F のプラス6という増6の和音であるというふうに、言えるわけなんです。これはもういよいよ日本語で書いちゃいますが、増6の和音 Augmented Sixth というこの増6の和音が使われているということは、これはですね、これは最も高級なクラシック音楽における和音というふうに言われています。パラドレというの音の行く先はミソシミ。ちゃんと言ってるんだこれ。レミレシャープっていうのがミという和音を目指している。どう説明したらいいかな。これは増6の和音が使われるのは典型的なドッペルドミナント。ドッペルドミナントがドミナント、ドッペルドミナントがドミナント、ドミナントへ行って、トニカというのは実はラドミの A マイナー、アーモールのとして、このレシャープがミという第5音ドミナントをね目指すという、そういう風な時に現れる和音なんです。なのでドレミドセラミドセラミっていうのは第5で終わっている半周詞、何が起こるんだという、そういうね、いきなり最高級の和音をね、いきなり使ってくる。もう何度も言っちゃいますけれど、そういうことになるんです。
なぜこれがドッペルドミナントかというと、このドシラミ E を目指すためのドミナントっていうのは見ます。ドシレファラシレファラドという元々の形はB7 ナインスであると。ところがここがの B からシの音をなくす、だから根音省略×です。すると D シャープディミニッシュセブンスが出てきます。レファラード、この第5音ですね、シレファというこの根音 B から数えた時のファシャープ、第5音をファナチュラルに下方変異させて、でこの根音省略でしたよね。レシャープファラド、ここで現れるんです。第5音下方変異で、ちょっとこれをぐるっと展開させる。ファラドレーっていうこの時にね、下方変異されたファの音とこのレシャープで増6の和音ができるというのが、これがジャーマン6と、そうか、増6の和音ないし、この第9音があるのは、ゲーマンプラス6という、ジャーマン6、こういう6ですね。th がつく。という和声の説明でした。わかりにくかったら繰り返し聞いてください。はい。というわけで F ドゥアのトニカだったのがいきなり増6の和音になる。だからリンフォルツァートがついてるんです。難しい和音だぞと。それでドッペルドミナントからハテナですよね。なんですよ。アーモールっていうと、なんか転調しちゃったけど、本来はこっちへ行くべきなんですね。アーモールなんだもん。あれあれアーモールの怖い音楽じゃないの。この人しれっとドミソの C メジャーへ行く。このね、しれっとですね、このソルシャープっていうのがアーモールの同音だった音です。それがナチュラルになる。それだけでもアーモールではないということになる。もうこそナチュラルが出た時点で、これはセードゥアの音楽にね、ユーモアです。これがベートーベンの怖い顔しておいて、アーモールジャーマン6まで使う。いや、僕はご機嫌ですよって、セードゥアですよって。で、なぜここでセードゥアが現れるか。これがクラシックなんです。F ドゥアの曲が、次に、ね、ファサラセイド第、5度上の調に転調する。これは要するに族調への転調。どこに書こうかな。族調への転調を果たしているわけです。これはもうバッハが、音楽の父と呼ばれる我らがヨハン・セバスチャン・バッハが、もうね、長調の曲は、あの人の長調の曲は 90% 以上族調へ転調するんじゃないですか。ドミナントトナリティっていうのかな。というわけで、アーモールではなくて、もちろん僕ベートーベンは族調へ転調するんですよって。いや、アーモールじゃの、そんなのは気の迷いですよ。セードゥ
和の音楽に聞こえるわけです。ここで言ってしまうと族長が現れて、しかもこのメロディーが現れね、綺麗なまた違う種類のメロディー、これを第二テーマと言うべきなのかどうかを私はとても迷っています。いきなりね、たった19小節目でもう第二テーマが現れるのっていう。でもそれはいずれですけど、1、2、3、4小節のね、エイドゥア補聴調の、4小節がありましたね。オーパス109、30番のソナタですね。1、2、3、4、ちゃん。もうシレファシっていう族長へと転調しているかと思いきや、まあ音楽がガラリと変わる。でもこれはさあゆっくりの3拍子になってどこ行くんだろう。これはだからなんだっけ、合ってんのかな。8小節で第1テーマ終わり、族長転調して9小節目にはもう第2テーマ。ベートーベンそういうことをいずれします。それを先駆けてると言ってよければ、たった19小節目でもうここで第2テーマが現れるというふうに、第2テーマ言っていいのかな。やっぱりね、オーパス109を思わせる、いきなりの第2テーマの出現ということに、もうそういうことにしちゃおうかな。ではとにかくねえだ、ここでソシレファーのセドゥアのドミナントでソシレファーでフレーズが終わっているので、こういうのを半周詞というふうに言いますよね。で、ソシレファの音に入ってないドの音はレとドで、ドシャープともなんかいろいろぶつかるんです。こういうのはだからイオンですね。ドとドシャープぶつかる。で、イオンっていうのはぶつかった後に減衰するという音楽性を持たせる音楽性があります。なのでそういうふうに弾いてあげるとイオンというのは成功します。逆に減衰をしないと、これはイオンだという効果が現れないとも言えます。今しれっと大事なことを言いましたが、イオンただね、こう連続する場合はね、減衰できないんですけどね。減衰しないでもう一回強く。だけど減衰する。減衰しないで。ともね、難しいんですが。イオン減衰ということを一応言わせてください。ここはもう全部トニカでいいかな。トニカでもりもり盛り上がっていってみると、レフォーソドル、まあまあソシレファのドミナントになると言っていいかなと。そう、第2テーマ長いドミナント、トニカからのドミナントで、次はソシレファドミソで終わる。今度は見えてない。はい、危ない危ない。今度の4小節というのは全終詞でおしまい。全終詞にはね、おしまいという音楽性もしっかりと書き込んであげるといいかな。半終詞の場合は私はこの必ずで減衰するとかそういうふうには書かないで、ただ半とだけ書いておきます。全終詞と半終詞の、全終詞はね往々にしてこので減衰するのがセットになるかなと。
もう一個それにプラスアルファでドミソの音にレの音は入ってない。レとドがぶつかる、レシャープももういろいろぶつかって、でまあ結局もちろん全周してもあって減衰すると、2つの音のパワーがあるわけですな。はい。でその前をもう一回見ると、セレファのセードゥアの属七の和音があります。このファの頂点の音がドレミファ第4音というふうに、シレファ第、はい、を目指しているというふうに言っていいかなと。246は正解石法として4音だったり、降りてきた第2音、レはイ音でもあり第2音でもありというね、さっきも上の方で言いましたよね。イ音でもあり第4音でもあり、イ音でもあり第2音でもあり、もうダブルで、重要な、音となっている。カンタービレ、モルトカンタービレ、ポーコカンタービレっていう、そういう、そっか、だからこの減衰してる最中だから2回目っていうのはカッコクレッシェンドにしようかな。こうやってちゃんとスフォルツァートまでついた、ちゃんとクレッシェンドするよ、ちょっとクレッシェンドするよっていう、この差もこうやってカッコをすることで、書き表せると思っております。せっかくだからどうにか、ここはイオンだったのが、今度はドミナントの場合は第6音第4巻で2音もある。あれ全集しあららら、ここでなんとですね、ソシレの音で全集してるようにもう聞こえてしまうんです。これはどう聞いてももう全部が全集しというふうに聞こえてしょうがない。なりらら。一回ここまででしょうか。すると、ここっていうのはもう、危ない。見えてないかな。ソシレの音が手話音となるゲードゥアート。転調しちゃってるんです、これ。セードゥアからさらに、ゲードゥア。おかしいな。F ドゥアの曲が、もう F が見えないか。F ドゥアだったこの曲が、続調のセードゥア第2テーマへ行くのに、セードゥアのドレミファソール5度上のゲードゥアまで行っちゃうって、ちょっと行き過ぎじゃないのっていう。まるでね、続調へ行っちゃったみたいな。ドミナント。これをね、言いたいためにね、今説明してたんですけど、いや、これは造語です。そんな言い方をしていいか。でもね、行き過ぎなんです、これ。ゲードゥアって。でも行っちゃったんですよ。どこからゲードゥアなんだ、これは一体。せっかくの綺麗なセードゥアの全集詩を26小節目でして、フォルティシモのドミソという音を、おそらくもうね、ドシャープっていうのが出てくる時点でセードゥアではもう絶対ないんです。きっとでファシャープっていうのがもうですね、セードゥアのドッペルドミナントという力ではなくて、もうファーソン同音主音という、もうゲードゥアの同音という力をここではもう持っているだろうと。もうここではもう絶対にゲードゥアというふうに言えるというふうに見つけていいかなと。ただもう一個考えたい。このフォルティッシモの C メジャーというこの音ですね。これは
セドゥアで言うとこれはトニカですごく落ち着いたんです。ここレファミレドネアタメドミソは落ち着いてるはずの音がいきなりフォルティシモでトニカなんだよというところが、これはゲードゥアっていうふうにから数えるとこれは4番目の音になるんです。要するにトニカの落ち着きではなくて、もうこのフォルティシモっていうのはトニカって考えない方がいいんじゃないかとここ何日か考えてたんです。もうドミソの C の音のようでいて、これはこの8分9分の間にトニカイコールゲードゥアのサブドミナントであるという、もうそうらしいサブドミナントの音、もうこの時点でゲードゥアというふうに考えることでこのフォルティシモをねの理由をはい解き明かすことができるのではと思っております。もうトニカじゃないんだよと。だからここじゃない。もう27小節の頭でもうですね、ミソラ第4の音、ドが第4音である。4の音でラが降りてきて、ラがラで第2音、マダでドミナントでトニカ、5音からレミファソラレミファソとゲードゥアっていう音楽性がしっかり見えると思います。でこのフォルティシモの中にどうしたらいいかな、これも1、2、3、4、5、6音、4音、ゾ4の音、5から降りて4、はい、ゲードゥアとして考えると1、2、3、4、5、6、第6音だよ。6ミの音ですね。ソが第1音で、ド、ソラシドが第4音になる。ドシャープは4音でも矢印上、高い、ゾヨドの音というふうに、これもね、考えましょう。しかも、ドシャープがレにぶつかるという、まさにこれぞ、こうタイで引っかかっていて、次の一拍目でぶつかる。これぞ渓流音としての力も持っているんだな、これは。ドシャープすごい大事に弾いてぶつかって、まあ減衰していくのかな。減衰して、これもねぶつかってるの聞こえますね。ソシレの音にドとシがぶつかる。シドとレもぶつかる。ほら下でぶつかってるんです。ドシっていう、これはイオンということになるわけです。ファソン、内声にドの音があって、ド同じですね。スイートレとぶつかる。このドの音も一瞬ではあるけど、ドとシでやっぱりイオンなんです。これもドシラ、これもね、これが典型的なウィーンのメロディーと呼ばれるものだそうです。このイオン、ソシレに対するね、ぶつかりとぶつかり、これを強弱中弱と感じなさいというのは、ウィーンを代表するもう今は亡き、ピアニスト、パウル・バトラ・スコダ先生からしっかりと習ってきたものです。これは強弱中弱、シュベアライヒミテライヒと、
これを感じなさいと。強弱中弱、強弱中弱、強弱強弱。だからこの6番のソナタはもちろん、ベートーベンはウィーンで書いてるわけですので、このね、もうモーツァルトが生きてたか死んでいたか、モーツァルトはもう亡くなってます多分。字幕に何年、モーツァルト何年没でこの曲が何年に書かれたかって字幕でところに出すようにしましょう。とにかくこの強弱中弱というのが、これがね、ベートーベンがもうウィーン的な歌い方も僕はもうマスターしたんだよとでも言いたけに何回も何回もしつこいんです。強弱中弱で、Schwerleicht Mittelleichtで、Schwerleichtでいなくなるかな、ここで。もうこれで全部書き終わったかな。はい。そういうで、それの正体は結局イオンなんです。アポジャトゥーラをね、ふんだんに使っていて、毎回ぶつかっては全収集する。ドシラソの音で終わるからもだから全部合わせて強弱中弱で減衰して全収集。タリララ、はい、全収集。もう毎回必要なニュアンスなので、こうやって毎回書くように私はしようと思っております。で、最後にもう一つは、このドの音は、イオンでもあり、それイオンでもあり、イオン、もう、しつこいけど4なんです。しつこいのは私がじゃない。ベートーベンがしつこいんです。ド全収支する前のドだから、レドド、ちょっとちっちゃくなってきてるかな。音が下がってきて全収支するから、この4音はカッコでいいかなと。カッコのちょっと軽く4音を感じましょうと。ドでピアノになってピアノになって、でも内声にこのドがあるから、この場合は普通に4って書いちゃおうかな。4音感じて、4スフォルツァートがついてるからこの4のスタッカートはちゃんと感じてドリので、次はスタッカートがじゃなかった、スフォルツァートがついてないから4音だけど、これはカッコにしようかなね。強い音とちょっと一拍目ではありますけど同じように強くできないので、スフォルツァートまでついてるので同じです。なんで4、今度はアルトの声部に4の音があって、でカッコ4ドシラソで、またソプラノがド第4音ポン、はい。で次は一拍目だけどスフォルツァートの後だからちょっとちっちゃめのドノリラロ。でも4音だらけの4音のイオンだらけ、ダブルですね。4音であること、イオンであること、もう音の技法がもうすでになんか究極に上手に使っているわけです。ベートーベン、そんじょそこらの作曲家ではない、めちゃくちゃ上手な作曲なんです、これはきっと。でそれをただ分析っていう言葉は私好きじゃないんです。こう分析して読んだという、それをこうただね机上の空論で終わりたくないんです。そこにクレッシェンドマークを書くことで、それを演奏するときに4音のと2音のそこにこのカンタービレの気持ちを持って、演奏することでピアノ演奏芸術としての価値が生まれると信じたいです。トニカだった音はサブドミナント第6、
ゲードゥアの、録音4の面経由をして4音の4音の4なんて面白い音楽なんだろうと本気で思って感じられるようになるように、ね、今この一生懸命やってるつもりです。でもこれがクラシック音楽家として頑張って表現しているというその道であるというふうに思います。道って言っちゃった。いかにも日本人らしいですね。The way of living as a classical artist。英語正しいのかな。失礼いたしました。というわけで、大変だな、これ。もっと短く簡潔に終わると思いきや、全然時間かかっちゃうな。ゲードゥアなんですね。どこ行っちゃったんだろう。これはカッコでしたね。で、4音でカッコの4音。4音もしつこい。もう大好きなんです、ベートーベン。このね、カッコの仕方はもう、ごめんなさい。ちょっと、同じ意味と取ってください。4、ね、おしまいと。本当はね、ここで、いいや。スタッカートの長さのことも説明したいのですが、それはですね、8分音符のスタッカート、8分音符、四分音符のスタッカートってありますよね。ここまで聞いてくださってありがとうございます。弾き方のコツ、8分とこの、ね、こうやって四分音符のスタッカートも一緒に短くしちゃうと、ベートーベンの意図にかなってないんですって。なので私は、8分と四分音符のスタッカートはちょっと長めに弾くって言われたりもしています。でも長めに弾いて手を上げちゃうと結局同じように聞こえちゃう。私のおすすめは手を上げる8分音符の、スタッカート。四分音符のスタッカートは手を下げる。見えてないですね。なので初めから8分音符のスタッカート、四分音符のスタッカート、8分四分音符、こういう風に弾き分けることをお勧めしております。ね、こうやっちゃダメなんです。8分じゃないんです。8分四分なんです。ごめんなさい、8分四分で、もちろん上げるもうできなくはないんだけど、でもこの差を出すのに上げる下げる、これは四分音符なので、上げる下げる、上げる、これは今8分音符のスタッカートのところでしたね。というわけで、この書き分け方をついね、一昨日発見したのかな。短い音はパンと上向きに、パッと音を離すと。スタッカートの意味は音を離すっていうことなんですって。パッと離す。で、下向きにちょっと長めに離す。だからこういうね、パッと離すっていうこの給付との間に書くことで、いかにも短く弾かなきゃって思いません？で、ちょっとこの下向きに手を離すというこの書き方を発見したつもりですね。他の場所はこれはだから冒頭ですね。ぜひ8分音符のスタッカート、四分音符のスタッカート、タリララン、8分音符の短いスタッカート、ちょっと長めの四分音符のスタッカートは、先ほど弾いた通りです。ご参考になさってください。それを全部徹底的に弾き分けるんです。
ワルトシュタインのその他も8分と四分音符。右手わかりますか？8は上げる。これは下。これ有名な話なんです。そう。8分音符と四分音符のスタッカートを引き分ける。私はこのようにやっております。はいはい。というわけで、おしまい。ドミソの、音で全終止をしているという。というわけで、ラーヤンパンタリラリ。もう39小節のあたりは、ツェードゥア。あれ、ゲードゥアだったのか。どこからツェードゥアに戻ったんだろうと。あ、なんだっけ。まだ書き忘れてるな、これ。ノシラソはゲードゥアの全終止。こっちかな。全終。はい、左手さんお疲れ様というわけで、タリラリララ。オシレで全終止する。オシラソ。まだゲードゥアですね。ゲードゥア、ゲードゥア。すごいです。ファソラっていうね、2度ずつの音で全部ぶつけるという。これも、もうなんか、ソラ、ファソ、2度と9度、もうぶつかって、アクセントまで書いてある。この、ファソラなんて同時で弾くなんてね、面白いと思いません？これもちょっとしたユーモアというか、変な汚い音がしてるようだけど、これはゲイドゥアじゃなくてもうセイドゥアに戻ったんだよっていうね、しれっと戻って、いやちょっとね、ゲイドゥアは行き過ぎだよ、族長はセイドゥアだよってベートーベンがなんちゃってって、はいでしたって言いたいのかな。だから迷いますのはツェードゥアがね、ここでもうゲードゥアを経由して何だったんだこれはと。で現れるツェードゥア、これが第2テーマなのかなって迷ったりもするんですが、でも今日はもうね19小節が第2テーマっていうふうに、であるというふうに先ほど言ったから決定じゃないんだけど、でも迷います。とってもどっちなんだろうって、まあどっちもいやとにかくそういう意味でとっても分かりやすい第2テーマとは言いにくい曲なのかな。いやー、まだまだ私も修行中なのでご勘弁ください。まだまだです。人生修行。はい、というわけでぶつかってる音でツェードゥアにしれっと戻る。で、ラーの音がドレミファソラ第6音。6音。ここにもね、246が使われていて、左手にはファソファの音が第4音。4音。っていう風になってるかな。ファとソが一緒に現れて、するとちょっと展開するとソとファとラ、ソシレファラ、この瞬間っていうのは、G7 ナイスという属句ドミナントの7、9というね、こういう和音として現れてるっていう風に言っていいかな。ラファドミナント絶対にね、あとこの装飾はもう短く言いますけど、ターンと言われますけど、正式名称はドッペルシュラク、二重ダウンと訳されることもあって、これ何かっていうと、ミのこのドミソの和声音に対して二重にぶつける音をつける。上に上の音と下の音なので、絶対に上下ファミリー上下というふうに弾くことにしましょう。絶対ミファミレミと、この最初ミの音からターンしてぐるり、これでは不協の和音の魅力が現れない。
こえます？この瞬間、普通のドミソが聞こえちゃうのは全くナンセンスなんですよ。うまく弾けない。だんだんぐるぶつかる。ね、上下。必ずファミレミという上の音からぐるりと弾くようにしてください。それがベートーベンの意図です。ファミレミ。だからもうこれも書こう。このファ装飾音の、だからミじゃなくてこの装飾音から黄色いぶつかりを意識しようと思って私はそう書いているつもりです。装飾音ファの音とドミ、ね、ドとソがぶつかる。はい。ファミレミ。これもぶつかる。ということになります。ぶつかる。S。で、カデンツになってるかな。ファ、4音だったり、4音だったばっかりかな。レファラだから2の和音ってことになるか。でもどっちにしろ全部ね、2の和音であり、ファっていう音と、2、ね、サブドミナントでドミナント、トニカ。はいはい。カデンツにしれっとなってるわけですね。ということでよろしいかな。あららら、なんか音が増えてる。なんじゃこれは。あららおらら、出たはい。出ましたね、ベートーベン。急にフォルテッシモのミノーレが現れて、ラの音は2、3、4、5、6の音。6であり4の音で、あららららら、強いな。6の音です。これもレファラセモールの2の和音ですね。先ほどはね、もうユーモアのね、かわいい音だったのが、ね、この先どこ行くんでしょうね。単調になるとレファララフラットが入るんですね。2度の和音です。ファーは第4音。いっか。メロディーのファっていう音を感じたり、単調の2の和音になっていると。246を探しているつもりです。ね、6と4の音ですよね。6とで、2度で、ドミナントで、ド、おしまい。これです。おしまいってならずに、下にラの音がある。これを何というか。ね。おしまいになった感じがしないんです。ドミナント、この第5の和音から6、ラドミという A フラットアスじゃないや A 行く第6音だから、このラフラットの音はちょっと大事にする。これを何ていうか、ドミナントから6の和音へ1の和音へ行くかと思いきや、6の和音へあれ行っちゃったのっていうのはもう書く場所なくなっちゃった。義手詞と言います。それを感じましょう。そしたらもうね、救いようがないんです。じゃあなくて、ファラドミっていうのはF シャープディミニッシュセブンス。あれどこ行くんだろう。これというのはレファラド D シャープ7ナインスの D が消えたもの、根音省略で解決させると G7 スへ向かいますよね。G7 をさらに解決させると C へと行く。これはまたセドゥアなんですね。というわけで何が言いたいんだろう。セドゥアがトニカ、C メジャーがトニカで G7 というのがドミナントの7。そこ
こへ行くための F ディミニッシュセブンスというのは、これはドッペルドミナントであるということになります。だけどこの根音 D がなくなっているから、こうたすき掛けして斜め線を引いて、根音省略のドが第7音でミフラットが第9音、ドッペルドミナント根音省略7、9という音に、ね、なっているわけです。擬終止した後にドッペルドミナントを使ってドッペルドミナントとトニカとドミナントおしまい。愉快な音楽をベートーベンは書こうとしているみたいです。どうしたらいいかな。こうしようか。いいよと。というわけで、ドミナントとトニカと、ドミナントとトニカしかないか。ここでおすすめは、ピアノ、クレッシェンドって書いてあるってことは、ピアニッシマじゃなくてね、クレッシェンドと書いてあるその場所をピアノという音量にするというクラシックの伝統的な解釈があります。すると、これも典型的なベートーベンで、4小節かけてクレッシェンドしてフォルテが待っていると、ちょうど綺麗な階段が書けます。ピアノからメゾピアノになって、その次はメゾピアノの次の音量って難しいですよね。この次はメッツォフォルテというね、メゾピアノ、メゾフォルテ。メゾフォルテの次がフォルテというのは、これはいいでしょうけど、メッツォピアノとメッツォフォルテの間ってね、あっていいと思うんです。これをメッツァボーチェと、中くらいの声というふうに、こういう音量設定を私は考えております。これはベートーベンやショパンが使う言葉です。メッツァボーチェ。こういう音量の階段を作ると弾きやすいです。ピアノ、メゾピアノ、メッツァボーチェ、メゾフォルテ、フォルテ。ね、最後にフォルテに行き着いたときには、ですね、もうこのうちゃ、もうジョコーゾな音楽かな。もうこの辺りでは、セードゥアに、大文字の C と C でちょんちょんがね、ちっちゃめに書いて、小文字の C でちょんちょんを大きめに書いて、書き分けているつもりです。ちょんちょんはコロンでしたね。はいはい。で、盛り上がってフォルテまで行った先は、レファラーという2度の和音ですね。ファーの下に、このバスのファの音もついね、バスって特別に書いてみたくて。はい。2の和音。ちょっと時間があまりにかかりすぎてるので、ちょっとペースをとても上げさせてもらってよろしいですかね。はい、見えてるかな。2の和音フォルテでやっぱりサブドミナンのこれもなレと見る。スラ頭にレが第2音、ラソシラが6音、ファが4音、レ2の音、レミファ2の音、第2音、246だらけなのが分かりますか？ね。はい。これを強く感じて、サブドミナントの3小節。51からですね。51、52、53で、54が第5音から、ラソファミレド1の音で全終止するという、ラソファミレド右手ですね。ところが左手はファンド、このまま解決音っていう風に見えないんです。この3連符は和音から次は別のものなので、レミファソシレファのドミナントで終わっている。左手は半周止と考えるのがおすすめです。両手が違うフレーズイングをする。ファーストバイオリンだけはもう気持ちよく全周止する。ところがセカンドバイオリン、ビオラ、チェロたちはテナ
ここでおしまいになって、最後はタリラ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 、次のね伴奏へ急いでね準備しなきゃいけない。この2つの異なる音楽性を分かっておきましょう。2度24642で半周詞と全周はいはいはい、頑張って。もうひどく長いな。急いで先行こう。トニカどんどん。ここでファラドレ F6 というコードネームになるかな。するとこれはやっぱり4の音だったりだったり6の音だったり、ちょっとこの、サブドミナントを感じてD、 このファシャープというのは、D7 ですね。まさに D7。 はい。でファシャープはそのまま246で数えても1234ね、4の音の高い音、高くなった4、増余度の音になっている。でこれは増余度はファラララ5の音を目指しているから、ドミナントのためのドミナントゆえに、これはドッペルドミナントであると言えると。もう書く真ん中に書きたいな。ドッペルドミナント、こっちからドッペルドミナントであり増4の音でもあるから、246的にも強く感じていいかな。フォルテです、いきなり。しかもバスでね。でカデンツ和声から説明しちゃうと、ソドミっていうのは先ほど説明したようにドミナント白くとして大事にしていただきたいと同時に、ちょっとまたその前にこれひどい音してます。ファシャープとこのバスのね、あとこの伴奏のぐるりぐるりと回るこの音がひどくぶつかる。ブルルルル、これ毎回そうです。時間省略のためにこれ毎回ファとソでひどいぶつかる汚い音がします。でもそれもユーモアの一つで、黄色を書いてからね、ぶつかった後のドミナント白くで、ドミナントで最後には左手の伴奏はどんどん先行くから、右手のバスで全周しと一応減衰するかな。サブドミナントドッペルドミナント8分四分音符で繰り返したりしたいわけですけれど、というわけで、こんな風にセールはですね、急がないとな、ちょっと時間かかりすぎて、4の音、ドッペルドミナントの4の音で、ドミナント白くのフォルティシモを感じて、で全周しと右手のよと、この音楽性をしっかりと演奏したいものです。増4の音、最後はソプラノになって、でもうドミナント白くじゃない、G サス4からサス4で G になって1の音5の音1の音、しかもこれが8分四分音符というこの数え方、この音の長さをはっきりと気をつけましょう。1と2と3、4と1と2と3っていうふうに、音の長さが、よく気をつけてみてください。これが面白いのが、これ覚えておいていただくと、さあ、次入ったぞね。いき
なり展開部入っちゃいました。8部8部8部、ここ違うんですよね。四分音符じゃないんです。この差をね、8部8部四分音符、8部8部8部八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 部というわけで、展開部の和声解析2時間超えるな。さあ頑張っていこう。もうレファラーの音が77小節で聞こえてますね。これはデモールと言っていいでしょう。73もレファラデモールです。その前ツェドゥアだった音楽なので、これがラデモールを目指している。どこでなんだろうなと。まあもうこのラの音っていうのはデモールの第5音というふうに言っていいでしょう。なのでもうですね、2カッコ、ここの展開部に入る瞬間、この8部8部四分音符の後、デモールのピアノになって、ここにこう書いとくから、もうすぐさま転調します。デモールというのは見えてるかな、第9交響曲の1楽章ですね。ファミレラファレやっぱりベートーベンの得意の調整なのかしら。ミラの音で終わっているから、さあ何が起こるんだろう。嵐が始まるのかな、悲劇が始まるのかな、どうなんでしょうね。第5音で終わる半周詞、1の音1の音と5の音と、これ迷うんですけど、レミファミレで一回レのこの主音で終わってるから、ここ全集して感じていいのかな。早いんですけどね、レミでラシドシーラー5の音で終わっているフレーズになっちゃうので、ここには一瞬の半周詞を感じるね。レドレミレ、これも第一音で終わっているデーモールの全周詞と、で次の楽節、この縦線でね、私書いてるのは楽節といってフレーズ感を表しているつもりですが、ドミナントドミナントで、そっか、これもいちいちドミナント、この、ね、ドシャープが同音なので、同音で終わるのは全部ドミナントを感じる半周詞っていう風になってるかな。そうで急にフォルテになるか、この全周詞と半周詞、すなわちトニカとドミナントとラシドシーラ、トニカ、左手は8部8部8部、レのトニカで終わっているから、これはドミナントトニカの全周詞を感じる。ドミナントドミナントドミナント、左手のハテナの半周詞を感じてということになるかな。8部8部8部、さあトニカとドミナントとトニカとドミナントドミナントのトニカとドミナントドミニカ、ドミナントとなんだろう、これはドミナントという、今度はねガー嵐になるわけですね。トニカとレミファミレ、レミファミレ、トニカの難しいな。全周詞を感じて、半周詞ドミナントを感じて、
トニカレミファミラファミレ全終止をして次はじゃんドミナントか半周しはドミナントを感じるという意味で半周して書くしかないか。イーシャープじゃない。イーメジャーっていうのはミソシミ。これは D モールに送れるミソシミっていうのは結局は A メジャーを目指している。A メジャーがドミナントだからドミナントへ行くためのドミナントということで、これはドッペルドミナントというふうになるかなと。で、ミ、レ、ミの音は第2音でもある。だからちょっとこのドッペルドミナントは強めに感じていいことになるかなと。ドッペルドミナント。で、右手はドミナントで終わるから半周詞になる。というわけで、トニカ、ドミナント、トニカ、あと、全終詞、トニカで終わるを感じましょう。ドミナントと、全終でドミナント、ドッペルドミナント、ハテナで、というわけで先へ進みますと、ここから先は見えてるかな。はい。このね、この和音たちがスタッカートが書いてないので、ちょっと長く弾くことをおすすめしたいかな。するとここでね、次の段になった時に81小節からはスタッカートになって転調してスタッカートと長い和音とスタッカートとそれから次の4小節4小節じゃないか4小節ですね。はい、ここにねはっきりとフレーズ感が、現れることになります。そのためにもこの音の長さよく気をつけて弾くことがいいと私は最近練習しながら思いました。短い音なのでここが迷うところなんだけど、ラドミソの A7 の和音になってるはず。するとこのレの音っていうのはやっぱり下の音ぶつからないんですけどね。だけどまあイオンの力を持ってると言っていいんじゃないかな。ちょっとイオンだって思ってこの音もぶつからないんだけどレファラに入っていないにはイオンかな。でラドミソに入ってないファの音ですね。レファラの D マイナーに入ってないミラドミソに入ってないファの音。次もその調子でソレファラの D マイナーの音に入っていないソファソファで、これはドソでぶつかってないって言っていいかな。シレラソソシレの G マイナーに入ってないラの音はイオンって言っていいかな。シラレファラの D に入ってないレファラシロ、これもイオンって言っていいかなと。この調子で、ソシレに入ってないドイオンっぽいシソレファラドに入っていないソとミの音はここから2個になるかな。いよいよこの場合左手が長くちょっと伸びてるからレといよいよぶつかるな。
でレファラファラは和声音だからぶつからない。シとラでぶつかるかな。ソシレに入ってないファシャープも一応そうなるのかな。レファラドに入ってないシとソシャープというのも、ソシャープとドはぶつかるな。ここは左手。こういうのはぶつかる。イオンとして考えていいんじゃないかな。やっぱり白頭の大事なところにもう全部イオンがまぶされているに聞こえないんですけどね。ただそう思って弾くことは大事かも。でソシレに入ってないド、これはぶつかってシでファとドはないけどミとレはぶつかるかな。シとミもこれぶつかって言っていいのかな。ドミソに入ってないファもぶつかる。ファミファラドのファドファミ。見えないか、ごめんなさい。これ後にしましょう。というわけで、ここら辺の身を飲んでいい温度をちょっと感じてこういう風に進んでいくかな。どうしようかな。第2音かな。1を感じていいかな。第2音。右手かな。私感じられないな。ちょっともう軽く給付で動いているので、いやどうしようかな。ドミレファデーモールからの81小節ですね。デーモールからのレファラン。ここにはF ディミニッシュレがないか。じゃあちゃんと正確に考えましょう。F シャープディミニッシュというのは、G マイナーを目指すので、この瞬間ここでゲーモールへの転調しているというふうに見てみるといいかな。クレッシェンドしてゲーモールへ確かに転調してますね。で、例の典型的なベートーベンのクレッシェンド。一拍目でピアノ、メゾピアノでゲーモールに転調してメタボーチェ、メゾフォルテでフォルテピアノになると。転調してゲーモールのここにね第2音があるっちゃあるんだけど、ゲーモールの右手がどうしてだろうな。私は伴奏者をやりすぎて左手ばっかり気になる。いけないですね。右手もちゃんと歌わないと。だけどもう軽くしかできんのです。なので何とも書けないな。ゲーモールごめんなさい。ドミナントでよし、ここはコードネームを考えていきましょう。同じ要領でシレファの B ディミニッシュという音があって、シレファでドミレドミソの C マイナーを目指している。これも同じ要領で B ディミニッシュ。どう書けばいいかな。C マイナーを目指している。じゃあセーモールへの転調かというとそう言いたくないんだよな、確か。フォルティッシモが待っているので、これはセーモールへ解決するというのじゃなくて、あくまでもゲーモールのまま考えたときに
4の音であるという、サブドミナントであるというふうに考えると、フォルティシモという音の理由が説明できる。そう感じやすいっていうのかな。フォルティシモになるという、これは4の音へ向かっているんだとすると、このゲーモールで考えると、あくまでもファミの音が1234566の音になったり4の音になったりという。でレド C マイナーがドミソのサブドミナント4の和音であるとすると、その前のディミニッシュというのがこの4度の和音へ行くための、ヨドへ行くための5度、ヨド調の5度で根音省略7、シレファの根音省略シレファ、これが B ディミニッシュ、ヨド調の5度を経由してサブドミナント、ヨド調の5度はサブドミナントへとクレッシェンドするという音楽性があると。これもヨド調の5度からヨドへ行くという。このシナチュラは C はドの第4音を目指している。ヨド調の5度で根音もない7もない、ただのヨド調の5度は次のフォルティシモへとクレッシェンドするという。ここはね、だからセーモールの転調というふうには考えないで、ヨド調の5度と感じてみましょう。ヨド調の5度、ヨドからそしてフォルテピアノになった時はおしまい。ここはフォルティシモからおしまい、おしまい。 C の音が主音になっているベードゥアが見えます。どこからだららららららら。なるほど。ここが E 小文字で書こう。ディミニッシュは E ディミニッシュがある。で、ファラドの F が見える。F があってミレフ B フラットということは、ここら辺ずっと F なんですよ。この辺りはもうドミナント、ベードゥアのドミナントというふうに見えるかなと。なのでこのドミナント F へ行くためのその前の F へ行くための E ディミニッシュというのは、だからドミナントのためのドミナント、すなわちこの瞬間はドッペルドミナントであるというふうに言えるかなと。根音は省略、ドミソシのドがない、 C7 のドがなくてミソシの E ディミニッシュはファラドのドミナントを目指している。何調のかと言ったら、これはベードゥアのドッペルドミナントというわけで、ゲーモールのヨドだった音が、これはもう明らかにベードゥアのドッペルドミナントであると。だけどさらに先に考えると、このフォルティシモの C マイナーという音はゲーモールの4の音でもありながら、ベードゥアの2の音でもあるというわけで、どんどん転調する場所というのは前倒しに見つかっていきます。このファミフォルティシモっていう音を出している最中、この4の音というのがイコールベードゥアの2の音になっているという。もうフォルティシモの最中に、はい、ゲーモールからベードゥアへの転調というふうに考えてみてください。サブドミナント4が2であり、ドッペルドミナントドミナントトニカ
こうやって転調をしていくんです、ベートーベンの。弾いてみましょうか。ドミナントちょっとイオンがあって、そして転調してモールになる。展開部っていうのはどんどん転調するからこそ展開部なんです。ヨド調のこと、ヨドは2度で、ドッペルドミナント、ドミナント、トニカ、デドのというわけで、先へ行きます。ちょっとここ書き忘れてるけど、やっぱり書こう。ミレファ、ミの音がちょっとイオンっぽいかなと。で、C、ファラドミに入ってない C とソシャープ。やっぱぶつかるな、左手と。こういう風に考えておくといいかな。急げ、2時間超えちゃうけど、ベートーベン相手だから、もちろん時間かかりますね。で、シレファーのベードゥアのまんまドラシレシード。レッシェンドしてピア同じことが繰り返されるのかな。はてな。まだですね。で、この先から、またね、この人は、超明るいシレファーという顔をしていたのがシレフォー。いきなりね、ニコニコ顔からの雲行きが怪しくなって単調になるのは、先ほどもあったパターンだと思います。ベートーベンですね。ベードゥアのクレッシェンドして、これはシレファーに入ってないドの音。レファラってなんかここだといきなりぶつからない音がしてるので、今までそうだったかな。いやー、この瞬間 D マイナーが聞こえてるぞ。レファラって。だからここはぶつかりではなくて、しかもわざわざここにクレッシェンドが書いてある。このレファラーはぶつからない音としてベートーベンが設計しているのかもしれない。細かいですよ、ベートーベンは。ラレ、このファドレとシ、ここはぶつかります。ファラドミに入っていないレとシはぶつかる。ドミ、続七の音で終わってパト別のフレーズになるので、はてなーと別物。ここは私ははてなーという反習詞を感じるべきじゃないかなと。ドミナントでフレーズが終わって、そしてっていう、この右手両手ともドミナントで、はい、フレーズが終わるということになるのかな。メゾピアノから、この場合は4拍しかないから、メゾピアノになって、次1、2、ちょっと1拍目の2拍目の裏あたり、3拍目をメッツァボーチェにする。メゾフォルテ4拍目ですぐピアノになる。こんな階段も考えていいかな。メタボーチェ、メゾフォルテ、ピアノ、おしまいやれる。おしまい。全終始、レミファミレ、トニカーでおしまい。全終始、ファドハテナで終わる。半終始。ラシドシの右手に全終始。やっぱり感じるべきなのかな。レミファミレシレは第3音。レミファミレリの1回目で2回目で3回目が長くなるっていう、
こういうのもベートーベンのよくあるパターンで、この曲も初めからそうなんですけれどね、そんなことも知っておくといいかな。ラセイドシーラー。ラーは同音だからハテナだよ。どこ行くのどこ行くのかしら。単調になる。はい、こんなもんか。前週詞、前週この一種の1234増4の音も、これもね、ちょっとミファレス、これは感じてラララ上げるとラララララハテナとハテナメドラミ、これも4音、これ初めてのパターンだな。これもね、スラーが分かれているので、ハテナド4度単調でフォルテになったりピアノになったり忙しいのがベートーベンです。シフォル、もちろんクレッシェンドはピアノで始めてメゾピアノメツァボーチェ、まだ先に行くから、ここは私全集してなんか書けない気がする。とにかしかないっていう時になんか全集詩を書きたがらないですね。この今日冒頭もそうだったんです。どんどん喋ってるから分かりにくかったら繰り返しこうやって巻き戻しを使って聞き直してください。でメザボーチェメゾフォルテで確かにほらフォルテになる。この階段がやっぱりベートーベンがきれいに作曲できる、作曲技術がさらに洗練されたという現れと見ることもできるかもしれませんね。6番のソナタにおいてこれがすごくね効いてるんです。この4拍クレッシェンド、とにかくからでミントロ、いよいよねフォルテでこの右手が終わるかな、半周詞ハテナ、さあだんだん盛り上がってフォルテのハテナフォルおしまい。バスがあると、バスだと前週してなぜか感じるかな。ベーモールですね。で、どうなった？どうしたらいいかな。ドミソシという C7 が聞こえ感じられる時点で、この106というのはハンドソドハテナという半周詞というふうに聞こえる。イコールこれはドミソはファラド F モールのドミナントというふうになるかなと。ここはベーモールからベーモールよしシドレドシレファーっていうのが、シレファーがベーモールのトニカで前週詞でしたよね。だったものがシファレファ、この瞬間にF モールで考えると、このシレファーっていう B フラットマイナーというのはシレファ、イコール F モールのヨドの和音サブドミナントになっている。トニカとムイキヤやだからこの C の音がベーモールの第1音だった音が F モールのなんだファソラ C4 の音になるというわけで、この高く上った音というのはもう
F モール、シファレファ、録音というふうに感じていいかな。ここでチェン調して、シファレファ、強弱、中弱、あまりレ強すぎない方がいいかな。だから、強弱、中弱ぐらいに感じていいかな。ドミナントとベモールから転調して、ドミナントとトニカからクレッシェンドして、ね、ファラドというしっかりとドミナントが聞こえるし、ラファファファ、下に F マイナーではあるのに下に第5音があると。ドファラドファラというのは今日説明しました。今日も説明しました。ドミナント四六ということで確実に確実に F モールの音楽でございます。するとこのフォルテになったレの音は1、2、3、4、5、6音。6音なんです。6音。もう一回あるか。6音でドミナント四六で C1、2、3、4。高い4の音。4の音に矢印上。これは第4音。どうしようかな。B、ディミニッシュ、B、ディム7、シレファラーっていうのはドミソソリ、ドミナントを目指すためのドミナント。これはですね、ドッペルドミナントのソシレ、今後の省略 G がなくなってディミニッシュだからの7、9というドッペルドミナントになっているというわけで、ドッペルドミナントは246の応用となのでクレッシェンドマークを書く。6だからもうこれもね同じなんですよ。どんどんいきますよ。ピアノ、メゾピアノ、メツァボーチェ、メゾフォルテからのフォルテという階段で第6音のフォルテになると。トニカ6音、白くドッペルドミナントとあれさあどこ行く？ A サス4。そうこれはですね、ファサラファラ、ここが分かりやすいんだな。ラレファという D マイナーなのに第5音が下にある。これはドミナント四六の和音になっていると言えるんです。ラー、こんなに離れてるけれど、するとこれはデモールへといつの間にか転調しているはずです。ドミナント四六で。でここで大事なのは、なんと今まで8分音符だったのが四分音符と変わることに注意しましょう。ここで何か変わるんです。ここはもうね確実にデモールのドミナント四六を目指していると。でここが難しいんだけど、セレファラ B フラットセブンスという和音ですね。でもね時間がもったいないので、これは時間がすごいかかるのでさっと言わせてください。デモールとして考えたときに、このセレフこういう和声進行を考えたときに、こうシレファラではあるんですが B フラットソシャープという B フラット6っていうふうに考えると、これはC フラットソシャープという増録の和音というふうに捉えることができるんですね。これはデモールの
もう D モールのジャーマン6ゲルプラス6とジャーマン6になっていると。もうこの瞬間はこの増録の和音のような音に聞こえる。すなわちどうしようかな、もう D モールへの転調はこの和声でできてるというふうに言っていいんじゃないかなと。F モールでシレファラっていう音はちょっと説明がつかないんです。まるで S ドアへね行っちゃうようにも聞こえるんだけど、それをラフラットはソシャープとイメード音かな、ちょっとそういう増録っぽいなと思うといいんじゃないかなと、そういう解析とさせてください。F モールから6の和音もう F モールです。だけどちょっと長い音四分音符を使ってね、ドミナント白黒からラドミはね第5音で音楽が終わっている。すると完全に半周詞というふうにハテナって聞こえるんですね。デーモールなのか。でもベートーベンが準備しているのはこういう音楽なんです。ラシドレ、同じレファラレの主音でもレファラシャープが2つの長調を用意しています、ベートーベンは。という感じでいいかな。もう一頑張り。今のでいいことにしますか。どうなるんだろう。デドゥアの音楽です。ここから先は。あれ、この形はもちろんこれはどうやっても第2テーマ、第1テーマですよね。トニカかな、ドミナントで四分音符でイオンでイオンサブドミナントからヨド調の5度からかねえ、イオンとね、完全に第1テーマです。第1テーマって今日初めて言ったかな。もちろん曲の冒頭が第1テーマで、第2テーマがどこだろうっていう話でしたよね。だけどデードゥはあれってでね、ここまで全終止もしちゃったと全く同じです。どう言いたいのかな。このイオン系流音を駆使したのでしたよね。で結局もちろんいよいよもう F ドゥアにここで40、39、38、37 137小節でちゃんと F ドゥアのこのメロディーが出てきますね。というわけでちゃんと先にバッと言っちゃいますけど、この F ドゥアで現れるこれを本当に再現部と言っていいそうです。するとチャンチャンチャリラランっていうくだりがこう違う調整デードゥアでこのテーマの始まりが現れる。これは何かというと偽、おっとうまく書けるかな、偽擬再現部という言葉を使っていいみたいです。
昨日ネット上で調べていたら論文でちゃんとこれを言っていました。ドイツ語でシャインレプリーゼっていう言葉があるんです。false rep、再現部って英語で言うの苦手。失礼しました。というわけで、偽の再現部であるという。再現部に見えて、とにかく、再現部なんだな、これは、と思っているけど、でも、あれでも、でも、調整違くないそうシレという G マイナーを使うことで、これは何なんでしょうね。133のドミソシという C セブンスというセブンスで終わるということは、これは絶対にハテナの反終詞であり、ドミナントの7であるということが言えるわけです。で、ドミソシはもちろん F ドゥアのドミナントですよね。なので、もう133は絶対に F ドゥア。あとはここを考えればいいんです。D ドゥアのおしまい、レの音が第一音の主音で全終止をしてすると G マイナーっていうのはそう1234第4音っていうことになる。レミファソラ C6 音と4ピアニッシモだけど、これはデードゥアのサブドミナントっていうことだけど、単調のサブドミナントという音になって、サブドミナントでも G マイナーっていうのは実は F ドゥアから考えるとソシレは2度の和音になるという、この瞬間にエンハーモニック転調と言います。なのでその G ソシレの G マイナーを弾いている間に、これ実は F ドゥアの2度の和音というふうに考えていいんだよっていう。で、もう確実に F ドゥアに戻ろうとしてるのかな。次ピアニスミ4、これが第4音なのかなというふうに、戻っていくということでいかがでしょうか。最後まで2時間を超えてしまいました。全然最後まで早すぎますか。いやもうここまで聞いてくださる方は最後まで見たいはずだというわけで、同じです。渓流音、渓流してサブドミナントのイオンです。渓流4音のイオンと渓流2音の渓流というわけで、この先というのはドミ、これがさっきと違うところですね。違うところをどんどん書いていきます。143小節。ここは休符なので左手が半終止する。ミソミファと右手は全終止をすると。で、タリララぐる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 と始まる。これはね、ここのだんだん登っていくこのメロディーというのが第2テーマっていうふうに
今日は言ってしまいましたね。もう再現文になったらもうすぐ第2テーマと考えていいのかしら。こうやってどうぞね、ここら辺の今書いてないところもどんどんもう全部 F ドゥアです。で半終止で終わってね、これも同じです。半終止で終わって2回目は全終止で終わるという、そういうで、ここでベートーベンがすごいのはファラドラドファソラドファラソシャープからラフラットに変えてる。ここでドファこのラフラットの音をよーく聞いて、この瞬間が F モール F ドゥアから F モールへとたったこの1音でね、ソシャープとラフラット同じ音なんですけど、これをねラフラットだと強く思いましょう。するとファラまた単調かと思いきや、ファラドの音が聞こえていますが、ミソシの E フラットが聞こえるっていうことは、これ転調してるんじゃないかな。ミソシでおそらく160ではアスドゥアの音がしている。ラドミ、これがトニカというふうに聞こえるかな。するとミソシで終わってるっていうのはアスドゥアの半終止をしているというわけで、どこからアスドゥアかというと、ファラドの F モールのトニカの音というのがイコールアスドゥアで考えると、ファラドの F マイナーの音ってね、1、2、3、4、5、6の和音であるという。なのでここはアスドゥアにこのファラドのに転調してる。トニカから6の音に大きく、6の音からドミナントになってるんだよというエンハーモニック転調を感じるといいかなと思っています。そしてドミナントとトニカというふうに、ここは属七から全終止ってこれ書けないんだよな。この先動いてるので、ドミナントからトニカちょっと全は書けない。昨日考えてたんですけど、こういうふうに一回アスドゥアを経由してるということで、いかがで6超になってドミナントでるこれがまたセドゥアになるんですけど、その前に164、このくだりね、毎回全終止全終止でしたよね。ここ説明ここですね。アスドゥアからこれはね、コードネームが便利。F7 スレファファセレファの B フラットセレファファス、これがまた難しいよな。結局あれ
れてきて頭が回らなくなってきた。レシー、これなんだよな。どう説明したらいいんだろうな。このレフラット C っていうのが増6なんです。これは結局増6の和音のレファラシ、ラフラットとかがないただのレファシというのは、これはイタリアン6 IT6 というふうに言える音なんです。ウィキペディアで増6の和音っていうふうに調べると、出てきます。ここにイタリアン6なのか、レファシ、レファラシーというジャーマン6、ファーサシーというフレンチ6がありますので、どうぞ調べてみてください。一瞬のイタリアン6というのは、この増6の和音は次行く先は、これはドミナントのはずなんです。これが難しいんだな。これは5のはずなのに、要するになんだっけ、これが結局はね、F ドゥア、アスドゥアから F ドゥアへと結局は戻ろうとしているはずなので、順番に難しいな。ここからこの F7 というのは F ドゥアのファラドにミがつくっていうことは、ヨド調の5度になるんです。ヨド調の5度からシレファ123ヨドの和音、確かにサブドミナントを目指してますよね。F ドゥアのサブドミナント、アスドゥアからヨド調の5度サブドミナントで増6から、これは半周子、F ドゥアの半周子という和声に見えるのかな。でもイコールしれっとツェドゥアにここは様変わりしているということだったんですよね。4のド、全周子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 で、またぶつかるドッペルシュラークと全周子というわけで、ティリリリ、先ほどと同じように見えてなかった。ここでね、ツェドゥアの下りが終わって、やっぱりこの曲はいよいよ F ドゥアの、もうこの先はね、ほぼ転調しないはずですの主張に戻って、この曲はもうこれ以上転調することはほぼないと言っていいかな。先ほどと同じですね。シャトシブ音符でね、いきなりの F モールになる。で、ギ終止してドッペルドミナントでっていう、大まかなところだけ書いてどんどん先へ行きましょう。 F モールだよと、ギ終止するよと。だから下の6の音をちょっと、見えてない、6の音を大事にするよ。ギシギシドッペルドミナントになるよ。あとはうちゃ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 ですよね。ベーレンライター版、見えてんのかな。これでいいか。もういよいよね、メザボーチェ、メゾフォルテ、フォルテ、いよいよ、ごめんなさいね、慌てちゃって。2度の和音、246で2の音を全終止して、白く見えてないか、ごめんなさいね。ずーっと F ドゥアです。F ドゥア、先ほどと一緒ですね。246の音と。先ほどと違うのは何だっけ。レドシラソファイヤラリラララ。ここで一回全終止をします。ね。先ほど定時部では
ニラリララ、ここ行くんじゃないかな。ちょっと2小節追加されます、ここは。ね、それが面白いですよね。全終詞で、ドッペルドミナントで、ドミナント四六、属詞、ラララで、ここはソシレファーという、あんまり綺麗じゃないな。G7 スはドッペルドミナントの属詞。ドッペルドミナントの7から、だから246もたくさんあるファー、ソーが第2音ですよね。なんですな。ドッペルドミナントでドファラドっていうのがドミナント四六と。ね。だから、で、ドミソシが属七で、レドシドレミファと全終詞すると。左手は半終詞っていう話でしたね。半終詞して、右手は全終詞。これは先ほどと一緒だったかな。F ドゥアと。ピラーって動いちゃうの悔しいな。ドッペルドミナントから、はい。なので、これをトニカと考えない。トニカっていうと、ドッペルドミナントからトニカ行くっていうのが、なんか気持ち悪いんです。だから、ドミナント四六って考えるのはとっても大事。ドッペルドミナントはドミナント四六。で、サブドミナント、ドッペルドミナントぶつけて、トニカ。サブドミナントをぶつけてヨドので八分四分音符八分あまりに最後駆け足で大変申し訳ありません。今日は集中力がうまくバランスが取れなかったかな。すごい時間がかかってしまって、でも応用させて全ての今最後の 2,3 ページは飛ばしましたが、全部その前やっていたことを応用させれば全てこの不協和音やハーモニー全て同じになっているはずです。なのでそこをですね、書き写し考えながら同じように写して完璧な楽譜に勉強を隅々まで行き渡らせた楽譜を作ることができるんじゃないかな。いやー、申し訳ない。なんかすごく集中力が途中から悔しいなと、観光時で大急ぎで最後は失礼いたしましたが、はい、最後まで本当にご視聴いただきありがとうございます。ベートーベンは本当に大変ですね。この曲コンパクトな方なので短時間で終わると思いきやもう全然終わらない、そんな動画になるんですね。でも一個ずつしっかりとやっていきましょう。頑張ってベートーベン最後まで一緒にお付き合いください。もしなんか今日は言えないな、だけどね、最後までお聞きいただいた方本当ありがとうございます。もしね、スーパーサンクスもう、ご支援いただけましたら嬉しくも思います。ご無理もなくですけれどね。さてベートーベンでした。本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。3、2、1、バイバイです。